皆さんこんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、怪我、痛みが出てる部分ですね。それと最近ちょっと日本でも注目されているモビリティについてちょっと解説していきます。皆さん今痛いところありますか？トレーニングしてて。やっぱり痛みがあるともうそれだけでストレスですよね。自分のやりたいトレーニングが思うようにできない。それだけでやっぱりトレーニーの方たちって本当にストレスになるし、ね、長引けば長引くほどどうやったら治るんだろうってなると思うんですね。なので痛みについての基礎知識を、つけていただきたいなと思って今回はこういう話をしています。人によってはスクワットの時に膝が痛い、ベンチの時に肘が痛い、肩が痛い。で、それが例えば1週間、2週間ぐらい続いている痛みなのか、もう3ヶ月ぐらい痛いのか、もう何年も悩まされている痛みなのか、それによって僕らトレーナーがアプローチしなきゃいけない方法っていうものは、変わってきます。まず基本的に痛みが2週間以上引かない。仮にベンチやって、肩が痛い。プレス系の種目、ベンチ含めてプレス系の種目で、肩痛いような動きは避けてトレーニングしてきて2週間はそのベンチに関してはお休みしてたと。それでもまだ痛いのであれば、もうそれは炎症じゃないんですよ。だいたい痛い患部の動作を2週間ぐらいお休みして、通常の炎症であれば2週間あれば炎症って収まるんですよ。なので痛みって引くか、それから弱くなってるはずなんですけども、それでも痛みがある場合はもう炎症ではない可能性が高いです。痛みってどういうものがあるかっていうと、炎症が起きてて痛い。これはよくあるパターンですよね。あとは、その神経、どこかの筋肉、神経、血流が圧迫されてて、痛みが出てるパターンっていうものがあるんですよね。もう2週間経っても痛みのレベルが変わらないのであれば、僕はこの後者、その神経から来てる痛み、どこか別なとこから来てる可能性が高いです。アメリカだとこれトリガーポイントって言うんですけど、大体お医者さんとか、接骨院さんとか行くと、痛い箇所、その痛い箇所を見るんですけど、じゃあなんでその痛みが出てるかっていうところまで掘り下げている人っていうのは結構少ない気がしてて、肘が痛いから肘に電気を当てる。肘が痛いから肘をアイシングする。肘が痛いからそこは使わないようにしましょう。じゃあ仮にそれがただの炎症だとして2週間経って痛くなくなりました。で、またトレーニングしました。また痛くなります。これの繰り返しなんですよね。根本の原因、トリガーになっている部分にアプローチしない限り、この痛みって繰り返されるし、良くなることってないんですよね。このサイクルのままずっと続いていっちゃうんですけど、痛みが出てるとやっぱ痛いところに目が行きがちなんですけど、痛いところが原因でない可能性がすごく高いです。簡単に言うと、肘、こうありますよね。肘があって、肘に痛み出てます。僕だったら、この肘の痛みが手首から来てるかもしれない。肩から降りてきてるかもしれない。ここまでは簡単に、考えられるんですよ。これはなんでかというと隣り合ってるからなんですね。こういうふうに痛みっていうのは別な場所から来てる可能性も十分あり得るんですよ。単純に肘が炎症を起こしてて肘に原因があることもあるんですけど、多くの場合は痛い場所じゃないところから原因が来てて痛みが肘に出てるパターンが多いです。僕も肘痛くて、そうですね、去年の年末ぐらいからずっと痛くて、もう何から来てるのか自分でもう実験してたんですよ。もしかして手首から来てるかもしれないっていうので、この前腕ですね。前腕を徹底的にこう調べて、これじゃないと。で、次に考えられるのが、この二頭筋ですね。この前腕だったらこの肘に内側に集中してるんで、肘の内側に痛みが出てたんで、じゃあ次何かっていうと、この二頭筋なんですよ。二頭筋もこの肘についてるんで、二頭筋の状態はどうかな、いろいろ調べて、いろんな動き試して、いろんな施術自分でやってみて、二頭筋でもないぞと。どういうことだと。この隣り合ってる手首、肩、ここは見たけど、原因がわからない。しかもこの痛みは3ヶ月続いている。これはもう炎症じゃないぞ。と。僕が見つけた原因は、この肩甲骨、この広背筋、この背中から来る神経痛でした。ここの
モビリティエクササイズ、ウォーミングアップを入れてから、もう一発で肘の痛み消えました。その時点で。そういうことがあるんですよ。で、今、そのモビリティって今言葉出た通り、モビリティって何っていうところを、本場アメリカのトレーナーとして解説していきます。モビリティっていうのは、これよく混同しがちなんですけど、フレキシビリティ、柔軟性と混同しがちなんですよ。名前が似てるんで。でも、響き似てるんですけど、全く別物です。フレキシビリティっていうのは柔軟性、この可動域を示します。で、このモビリティっていうのは機動性、日本語に直訳すると機動性なんですけど、正常な可動域を自分の意図したスピードで扱えるっていうことなんですよ。例えば、この腕を水平にこう上げていきます。これをパッと上げて、パッと下げる。これできます。じゃあ、重りを持った状態でゆっくり自分の意図したスピードで上げて、ゆっくり下ろしてくる。これが、モビリティ。痛みなく正常な可動域を自分の意図したスピードで扱える。これが、モビリティの意味になってきます。なので、この正常な動きができるように、ここのトリガーとなっている、痛みの原因となっている、その部分にアプローチするような、エクササイズやウォーミングアップをしてあげると、その痛みが出ている患部、ここの痛みが解消されてきます。だから僕のところに来るのが、整骨院とか整体とか、ずっと痛くて通ってるんだけど、ここに良くならないお客さんとか結構多いんですよ。そういう方いらっしゃるんですよね。で、当然そのマッサージだったり、ストレッチだったり、そういう外的に体にアプローチして治していくっていうのも一つの手ですし、今度は自分が運動、エクササイズによって本来の動きを取り戻していくっていうことも大事なんですね。なので、この両方からアプローチすることが大事になってきます。人によっては片方だけで済む人もいるし、両方やった方が早く治る方もいるし、人それぞれですし、その人の症状によって僕は使い分けています。僕みたいにショルダープレスやってて、肩後方に脱臼して肩の腱板が2箇所断裂するような、そういった大怪我、これ全治4ヶ月から半年って言われたんですけど、こういった大怪我に関しては当然痛みは2週間ではなくなりません。当然筋繊維が、くっついて腱が修復していくのにはかなり時間がかかるので、僕も今肩リハビリ中なんですけれども、5ヶ月経ってもまだ痛いです。まだ完全には完治してないです。でもただリハビリは、プロのドイツ人の理学療法士の方と週に1回リハビリの方を行っています。僕も普段は教える側なんですけど、施術する側なんですけど、これはすごくいい機会だなと思って、自分の勉強にもなるし、自分の知識の幅を広げる意味でも、プロの方と一緒にやっていった方がいいなと思って、今後の自分のトレーナーとしての経験にもなるし、もっとお客さんにこういった知識、経験を還元できるのではないかなと思ったので、フィジカルセラピーのアンジェリークさんと一緒に、今は二人三脚でやってる状態です。あと、リハビリのアプローチの仕方なんですけど、ただ運動するだけじゃないんですね。4つのアプローチで痛みを軽減させていきます。まず1つ目が可動域ですね。これがフレキシビリティの部分ですね。で、次がモビリティ、この機動性の部分ですね。正常な可動域を自分の意図したスピードで操れる能力。で、次が、スタビリティ。これが安定性ですね。一つの位置でしっかりと筋肉を安定させて、ぶれないようにする安定性のスタビリティ。で、最後がストレングスになっていきます。これがしっかりとそこの部分の筋力をつけていく。ストレングス。この4つでリハビリっていうのは進めていきます。で、この4つがちょっとずつ伸びていって、で、最後はバランスよく高いレベルになってくると、痛みなく、トレーニングまた再開できるようになってきます。